おはようございます。今日はですね、最近ね、僕こういう、これはブリキの古いお茶の缶を切り刻んで素材にして作ったキャンドルホルダーです。これはあれですね、丸のこの使い古した葉を素材にしたナイフですね。他にもこういう方位磁石にケースを作ったり、手帳のペンのホルダーを、これは銅のコップを切り刻んで、こういうやつですね、これを切って素材にして金属加工をしました。こういうね、これはブリキで、これは銅です。これは真鍮です。で、真鍮の素材がたくさん欲しいなと思って、結構値段するんですよね。でその時にふと、そういえば金管楽器とか、サックスは木管ですけど、管楽器って真鍮製だなと思って、それでネットオークションとか古道具屋さんとかでジャンク品として売られてる楽器もう楽器としては使えないけど、ディスプレイぐらいにはなるよっていうようなやつがよく売ってるでしょ。だからね、ここ2、3ヶ月ぐらいね、ずっとジャンク品の管楽器をね、ずっと物色してたんですよ。それで、すごく安くジャンク品の古いサックスを購入することができたんですよ。それが昨日届いて、これです。昨日届いて、もうすぐ開けたかったんですけど、今回はね、ちょっとこの動画を、開封動画を撮ろうと思って開けるの我慢してました。で、今からちょっと早速見ていこうと思います。すごい楽しみ。銀も来てますけど、年季入ってますね。それじゃあオープン。おお、これめっちゃいい感じです語彙力。ですね、もう結論から言うと、これは切り刻みません。いや、切り刻むのは無理だな、これは。いや、これね、どういう楽器かちょっとご説明しますね。日管っていうのは日本管楽器製造というメーカーが出したサックスなんですけども、その日本管楽器製造っていうのは、戦前から第二次世界大戦前、ちょっと前から設立して、
でね、1960年代の後半にヤマハに吸収された会社なんですね。で、今サックスの世界三大メーカーっていうと、フランスのセルマーと日本のヤマハと柳沢なんですね。でこれがですね、すごいいろいろ調べたんですよ、届く前に。多分あんまり記録がなくて、いろいろ海外のフォーラムとかもねすごい見て回って、調べた結果、これはね、おそらく第二次世界大戦の戦後少し経った1950年から55年ぐらいに作られた楽器であろうということが分かりました。だから70歳ぐらいですね。でね、なんかね、形がね、アメリカのコーンというメーカーのサックスにもうそっくりなんですよ、この作りとかね。もうそっくりというかコピーと言ってもいいぐらいで、実際ね、その頃やっぱり日本のサックス製造の黎明期というか過渡期ぐらいかな、これは。最初はやっぱり輸入品のサックス、それをもう部品を一つ一つ分解して研究してコピーして製造していたらしいんですよ。でそれを少しずつ改良してる途中のモデルみたいですね。これの後に2回ぐらい大きなモデルチェンジがあって、その後ヤマハになったらしいです。これが今の僕のヤマハのサックスですね。このね、この下の低い音のキーがね、今のサックスってみんなこっち側についてるんですよ、構えた時の外側。これはね、逆側なんですよね。これ戦前のサックスってこういう感じなんですよ。それでこれ状態がね、もちろん消耗品、こういうパッドとかはもう使えないので全部変えなきゃいけないんですけど、ただね、見た感じ歪みとかはなさそうなんですよね。この木どうなってる？艦隊の歪みはなさそうですね。へこみもね全然ないです。でラッカーもね結構残ってるんですよね。でやっぱりこの辺はだいぶラッカー剥がれてますけどね、この手が触れるあたりは。いや、かっこいいこれ。でここのガードが1個取れちゃってるんですけども、これは簡単に直せます直せます。そう、これを楽器として復活させます。でサックスってこんだけね、こういう精密機械なので、消耗品もついてるので、半年に1回ぐらいね、楽器屋さんに出してメンテナンスしなきゃいけないんですよ。だんだんこのパッドの開き具合とかが狂ってくるので、これになるとこのもうパッド全交換で全て調整しなきゃいけないので、それをね楽器のリペア屋さんに持っていくとね、多分ね10万ぐらいかかるんじゃないかな。10万かからなくても7、8万は最低でもかかると思うんですよ。でそれでもいいんですけど、せっかくなのでこれねすっごい安く買えたんですよ
まあ値段は言いませんけど、ものすごく安かったので、これダメ元で自分でやってみようかなと思うんですよね。ちょっと勉強がてら。なんかね、そんなにひどい状態でもないと思うんですよね。これ自分で直せたらどんな音がするんだろう。ちょっと多分ね、まともにならないと思うんですけど、ちょっと音出してみましょうね。楽しみ。かっこいいこれ。やっぱここのね、ここにマウスピースを挿すんですけど、コルクはボロボロですね。でも思ったほど悪くない。いや、これどんな音がするんだろう。なんか全然違うな、作りが。これキャップなのか。入るね。さあ、全然違う位置だ。当然まともにはならないですよね。下の下の方はもう全く出ないですね。正常な楽器だとこんな感じで鳴るんですよ。吹きやす。でもね、音色は全然違いますね。なんかね、やっぱり古いこっちの方がくすんだ音がするって感じですね。じゃあ明るい音で。音程はむちゃくちゃですね。いや、でも悪くない。
くないですよ。意外と吹けます。いいですね。それでね、今気づいたんですけど、このサックスでこのキーのところにこの貝がついてるんですよね。貝殻。このね、貝殻がすごくすり減ってるんですよね。だからこれ相当使い込まれてる楽器だと思います。いや、これは切り刻むのは無理ですねっていうか、まあ最初からちょっとこれを落札する前からね、うすうす感づいてはいたんですけど、自分でもこれは目的変わってきてるなとこれ、だからきっとね、たとえべっこべこの楽器が届いてたとしても、それを切り刻むってことはできないんじゃないかなと。だってこのコップですら切り刻む時ね、結構勇気がいったんですよ。これコップじゃなくしちゃうのと思ってましてや楽器となると無理ですね。いやでもこれかっこいい。これね、わかるかな、このラッカーの剥がれた感じとかね、もうヴィンテージサックスですよこれ。いやかっこいいなんかね、ちょっと今の楽器よりなんていうかな、なんかポジションが狭いというか、レがすごい高いな。でまあこれからじっくりね、これを楽器として蘇らせていくプロジェクトを始めます。まあね、このいろいろ消耗品はね買わなきゃいけないんですけど、まずはちょっとずつね、磨いたりして、動きがだいぶねぎこちないので油をさしたりしてやっていこうと思います。まあ別にね完璧を目指さなくてもいいので、途中で行き詰まったら最悪リペア屋さんに泣きつけばいいので、まあやるだけやってみましょう。いけるとこまで。多分全部バラしちゃうと分かんなくなっちゃうから、この一個ずつ外してはパッドを張り替えてまた戻してっていうものすごく非効率な形で進めていくつもりなので、時間はかかると思います。いやーでもこれ嬉しい。なんだろう、46っていう刻印がある。なんだろう。これも僕のモットーである案ずるより有無が易しなのでね、とりあえずやってみます。いやかっこいい。
音色はやっぱりなんかちょっと柔らかいですね。サックスの調整法っていう本があるらしいので、なんかね Amazon で検索したらね全然品切れで買えないんですよね。でもまあ市内の図書館にあるということなので借りに行きます。よし、それじゃあこのジャパニーズヴィンテージサックス復活プロジェクトをぼちぼちやっていきますので、外の作業場作りとかいろいろ並行しながらね、天気の悪い日はこれをやります。ではあれ銀どこ行っちゃったかなとりあえず最後までご覧いただいてありがとうございました。このサックスが気になる方はチャンネル登録よろしくお願いしますって YouTuber みたいなこと言ってますけど、じゃあまた。